まもなく搭乗手続きを終了いたします。ユリア、手続きがおユリア、済みでないお客様はグズグズするなよユリア。ゲートにお急ぎください。ユリア、ユウが急ぎなさい。さあユリア、お急ぎください。これ以上はもうお待ちできませんよ。ユリア、ユリア。すまんが、何でしょうか。この飛行機出発を見合わせてはくれんか。は？何やら嫌な予感がする。嫌な予感？そんなことでご冗談を。ユリア、ユリア、どうしたんだ。飛行機が怖いのか。兄ちゃんにちゃんと話せよ。飛行機行っちゃったよ。なんだこれは。ユリア、あなたはこのことを察知して。まさかまた天の声が。そうなのか。泣きなさるな。これはあなたのせいではない。これは避けることのできぬ宿命だったのです。よいか、あなたはこの力を決して恐れてはならぬ。天は何かのためにこの力を授けたのです。いつかきっとその意味を知る時が来る。ほれ、約束じゃ。何があろうと、その時までこのダーマがあなたをお守りします。天空に連なる7つの星のもと、1800年の長きにわたり永遠と受け継がれてきた北斗神拳。一剣に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。凄まじき破壊力を持つ暗殺剣ゆえ、門外不出を守るべく伝承者はただ一人、一子相伝の掟を貫き続けてきた。
貴婦龍賢ユリアを連れてまいりました。よく来たな、ユリアよ。その子犬の名は？その子犬はこの寺院の門前に捨ててありました。それをユリアが。ダーマよ、もしやユリアは口が？いえ、口ではなく心を閉ざしているのです。そうか。幼くして両親を亡くしておるのだ。無理もない。おう、あの4人はこれから一緒に暮らすわしの息子たちじゃ。あれが長男のラオウ、次男のトキ、三男のジャギ。そしてこの子が末弟のケンシロウだ。なんとユリアが笑うた。ダーマよ、案ずることはない。この子の目が全てを語っておる。この子はきっと利発な子じゃ。やむことのない人類の狂気は無限に連鎖し、ついに世界を破滅へと導いた。すべての文明は崩壊し、再び暴力が世界を支配した。生き地獄の中でもがき苦しむ人々は、この世に平和をもたらす真の救世主の出現を心から願った。トビー、トビー。トビー、あなたはなんて元気なの？もうすっかりおじいちゃんのはずなのに。ほんに不思議な犬じゃ。は？まるで寿命を知らぬ。わしですらこのように追い果てたというに。このトビー、戦うことを目的に荒廃を重ねた剣士と聞く。何か我が剣にも通ずるものがある。本当に不思議な犬よ。シフ様、お顔の色が。ユリアよ、わしは老いた。いよいよ伝承者を決する時が来たようじゃ。感じていました。この日が近いことを。伝承者が決まれば息子たちはそれぞれの道を歩み出すことになるじゃろう。そなたは誰と共に道を歩む？ケンシロウと共に。あえて苦難の道を行くか？はい。天の声が命じるままに。天の声か。野生の虎はお前たちの殺気を読む。この虎を暗殺者の憲法をもって仕留めてみよう。
四郎、虎も貴様を敵とは思わなかったようだな。俺と北斗神拳の伝承者を争う資格は貴様にはない。いや、恐るべきはケンシロウ。奴の前では虎ですら死を覚悟した。だがラオウの前では虎は死を恐怖したのみ。この龍拳にも天の声が聞こえたようじゃ。あいじゃ、北斗神拳の伝承者がケンシロウに決まったぞ。なぜ何も言わん。悔しくないのか。奴は俺たちの弟、しかも一番下の未熟者なんだぞ。ふぬけたか兄者たちは。伝承者争いに敗れた者は剣を封じられ、北斗神拳を名乗ることも許されん。そのためある者は拳を潰され、ある者は記憶を奪われた。それが北斗神拳一子相伝の掟なんだぞ。俺は認めねえ。この拳を俺より劣る弟に潰されてたまるか。ジャギはケンシロウを殺す気だな。奴には無理だ。それにケンシロウも奴を殺せまい。その性格の甘さゆえにな。親父は伝承者を誤った。北斗神拳ももはやこれまでよ。今ならまだ間に合う。親父に頭を下げて伝承者を辞退してこい。ジャギ、何の真似だ。大体貴様が伝承者謎になれるわけがねえ。俺たちを差し置いてこんなバカな話はねえ。ほら行ってこい。なんだその目は。なぜ銃を使う。不服なら剣で挑め。うるせえ。何が剣だ。よう分かっちゃいいんだ。どんな手を使おうがな、貴様が伝承者だぞ。笑わせるな。死ねえこの野郎。俺こそが北斗神拳伝承者だ。はいジャギ、もういいだろ。なんだその態度は。てめえぶっ殺してやる。それが北斗の掟ならば。やめろやめろ。北斗八門九段。やめてくれ。やめてくれ。ジャギ、ホギ、北斗を捨てろ。それがお前に残された道だ。お前に伝承者の資格はない。バカめが。今が俺を殺すチャンスだったんだ。それを逃した貴様の思い知らしてやる。いいか覚えておけ。殺してやる。必ず殺してやるぞ。
どうしたその顔は。なんでもねえよ。そんなことよりシン、お前ユリアを愛しているんだろ。奪っちまえよ。ケンシロウは甘い。今の時代では生きてはいけぬ。ユリアはいずれ誰かの手に落ちる。それでいいのか。奴らは旅立っちまうんだぞ。お前ほどの男が何を迷うことがある。今ならラオウも時も手出しはしねえ。今は悪魔が微笑む時代なんだ。シン、二人でどこへ行こうというのだ。トビー、力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。それはどういう意味だ。ユリアは俺がもらい受ける。何？私にはあなたを愛することはできません。シン、道を開けなさい。美しい。そういうお前がますます好きになった。ケンシロウに渡すぐらいなら殺す方がまだマシだ。どうするケンシロウ。ケイ！おっ！血迷ってたシン。北斗となんとは表裏一体。力を合わせれば大きな力に、争えば大きな災いとなる。それがなんだ。俺は我がなんとか集権で好きなもの全てを手に入れる。ユリアの愛もな。力ずくでは愛は奪えない。できるかできないかやってみせよ。もうてやなんと極斗剣。ユリアをかばう気持ちがお前の剣を鈍らせた。お前ごときが俺に勝てるわけがない。お前と俺では致命的な違いがある。わかるか。欲望に執念だ。ユリアを愛する心の強さだ。やめて！ユリア、ケンシロウを助けたければ俺を愛していると言ってみろ。ケンを殺せば私も死にます。俺を止められるのはお前だけだ。ユリア、愛していると言ってみろ。殺すなら早く殺せ。ケン！よかろう。殺してやる。俺は前からお前の存在自体が許せなかった。死ねえ！待って！よせユリア。愛します。聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思っているのか。愛します。一生どこへでもついていきます。ああ。
聞いたかケンシロウ。俺を死ぬほど嫌いだと言った女が、女の心変わりは恐ろしいな。あんまり飲むなよ。家畜の世話ができなくなるぞ。今日の家畜は息が悪いから大丈夫だ。着いたぞ。もたもたすんじゃねえ。何べも言わせんね。嫌だ、やめろ。近頃奴隷の補充が少ないな。なぜだ。はっ、剣王軍のせいです。奴らの勢力は凄まじく、あの領土には我らも迂闊には入れません。ラオウめが。は、ラオウ。剣王のガキの時の名だ。あやつとは古い因縁がある。はあ。ケンシロウ、私は待った。あなたが迎えに来てくれる日を。でも、もう待てないわ。真の狂気を止められるのは私だけ。もう人々が苦しむのを見ていられない。トビー、お願いよ。きっとケンシロウに届けてね。私の心と共に。さよなら、トビー。何をする気だ、ユリア。ユリア、これを見ろ。このエメラルドのネックレスはどうだ。お前に似合うぞ。ルビーの指輪もある。好きなように身を飾るがいい。エメラルドの青は死者の青ざめた顔の色。何？ルビーの赤は飛び散った血の色。何を言ってるんだ、ユリア。このサザンクロスの町を見ろ。この町の全てのもの、草も木も人間すらも全てお前のものなんだ。何が不足なんだ。バカな真似はやめろ。そんなもので私の心は変わらない。お前はまだケンシロウを。変わらない限り、あなたは永遠に略奪と殺戮を繰り返す。やめろ、ユリア。罪もない人々が私のために苦しみ死んでゆく。そしてあなたの狂気を駆り立てたのは私の罪。ユリア、待て。シン、さようなら。待て、ユリア。ケン、あなたとの約束果たせなかった。ユリア。なぜだ、なぜだ、ユリア！ユリア！ユリア！これは奇
奇跡か。傷一つ負ってはおらぬ。生きている。ユリア。我らがお助けいたしました。お前たちは？なんと五社星の一世、海の李白。その娘、トウ。同じく山の不動、ユリア様をお迎えに参りました。何？なんと正統血統のユリア様を死をとして守護するのが我らの務め。なんと正統血統、ユリアが。はい、それゆえに龍賢様はユリア様を引き取られたのです。それは何と重んずる龍賢様の慈悲でございました。そうか、そうだったのか。だがお前らの手は借りぬ。ユリアはこの神が守り抜いてみせるわ。それは叶わぬことかと。恐怖の暴挙星が近づいております。何？李白、不動、早く安全な場所に。ラオウの軍勢がすぐそこに。何？ラオウが？かつては各地に割拠した軍閥も大半はラオウの軍門に下りました。今やラオウはこの世の覇者。神様、あなたは北斗最強の男が率いる剣王軍を相手にしてユリア様を守りきれますか？ラオウもユリア様を愛していた。ラオウはユリア様をあなたの手から奪うためにやってくるのです。ラオウめ。神様もラオウの性格は知っているはず。ユリア様の心が開かれないと知れば無言のもとに殺しましょう。連れて行け。早く行け。ユリアが死んだとなればラオウも大前。神様、あなたはあえてユリア様を殺した罪をかぶるつもりで。ユリア殺しの悪名、あえてかぶろう。いずれケンシロウと決着をつける時が来る。その時まで決して死なすでないぞ。悲しいまでの意地よ。最後までケンシロウと戦い、そして愛ゆえに果てていく気か。トビー、私生きているの？ユリア様、お目覚めですか？あなたは？私は李白、なんと最後の章の使いでございます。なんと最後の章？章の命によりあなたをお助けしました。章はあなたに会いたがっております。あれは神？ご安心ください。あれはラオウの軍勢。神はラオウ軍に取り囲まれて動くことはできません。ラオウとはあの北斗の？はい、あの男の歩んだ道はこの世の覇者の道でした。覇者の道？これよりあなたを我らが砦へとお連れします。その道中、あなたはラオウの真実の姿を見ることになりましょう。秦の軍勢は降伏いたしました。ユリア様を殺した秦の処置はいかがいたします？殺すな。
この始末いずれケンシロウがつけるだろう。捨て置くがよい。そのケンシロウですが、近頃あやつを救世主と崇める者が増えております。秦を倒したとなればその名声はさらに高まるとだからそれでいい。救世主を我が手でほふれば人はもはや儚い希望など持たぬだろう。その時こそ我が破業はなる。あれが剣王か。枝に目を合わせると殺される。あいつはこの世に降り立った悪魔だぞ。あれがあのラオウ。ラオウは兵も民も恐怖で支配します。その恐怖になんと政権108派のあらかたも服従を誓いました。もはやあからさまに反抗するのは冥王軍というならず者の集まりだけでございます。いかがされました？何やら懐かしい風を感じてな。罪なき人々の声なき叫び。ユリア様と旅をして今日でもう3日。目にするものは悲惨な光景ばかり。これより先どれほどの日数を重ねてもこの光景が変わることはありません。これが剣王の、いやラオウの破業なのです。あれがなんと最後のショーの砦。はい。ショーは何のために私に会おうと？それはショーにしか語れぬことでございます。ユリア様にございます。ユリアよ、よくぞ来た。あなたがなんと最後のショー。お前を待ち続けどれほどの時が過ぎたことか。ショー。ユリアよ、お前は旅の途上何を見た？私の見たものは一つだけ。ラオウの恐怖。その果てに何を感じる？何も感じません。希望、夢、愛、すべてが失われた暗黒の闇。ただそれだけ。そこに少しでも光を感じぬか？何も。おぼろげに感じるのはただ一人の顔。その者の名は？ケンシロウ。私が愛したただ一人の人です。そうか、そうであったか。お前はすでに見るべきものは見た。もはや多くを語る必要もない。よいか、ユリア。ラオウの暗黒の支配はやがてこの世の全てを覆うだろう。それは南東方王権のサウザー率いる聖帝軍を打ち倒した時に成就する。それまで密かに民の力を束ねよ。そしてその頂点にケンシロウを迎え入れよ。ケンシロウ？そうだ。この世の救世主としてラオウに立ち向かうのだ。光ある未来のために。なぜそのようなことを私に？トビー！トビー、久しぶりだな。会いたかったぞ。あなたは一体？ユリア、ユリア様。あなたはダーマ。あなたこそ
なんと政権108派を束ねる要、時世の粛清を持つ政党決闘者、なんと最後の将なのです。私がなんと最後の将。なんと乱れる時北斗現る。そしてその北斗と共に最後に現れるがゆえに、なんと最後の将と呼ばれるのです。北斗となんとが結ばれる時、必ずや奇跡は起きましょう。天があなたに与えた予知の力はそのための力だったのです。苦痛でしかなかった予知の力に、そんな宿命が。宿命の時を待つことだけがあなたの役目だった。もう待つのは終わりです。あなたとの約束守りましたぞ。ダーマ、私はやっと自らの宿命を悟ることができました。ダーマ、この仮面、今日から私がなんと最後の将として。外道があの走り遊んでいる。なるほど、ふざけたやつだ。盗賊相手に遊ぶとは。もう我慢できねえ。早く味を見させろや。うるさいしまぜ。上玉なら高く売れるな。こらおな、顔を見せてみろ。いい子にしてりゃ食いもんぐらい食わせてやるぜ。だがその前に。ではその前に。なんでそいつをいただくとするか。男じゃねえか。女に化けりゃ貴様らのようなウジ虫がすぐにたかってくる。ウジ虫？そんな汚えウジ虫でもたった一つ役に立つことがある。なんだそりゃ。俺に食い物を運んできてくれることだ。やろ、ふざけやがってぶっ殺す。おいお前ら、聞きたいことが。胸に7つの傷を持つ男を知らないか。知るかんな野郎。そうか、ならいい。だやる、やっちまあれでお前変な病。変なのはお前。あれはなんと水長剣。確かに。捕らえなさい、殺さずに。おいお前、その被り物の下の顔を見せてみろ。どうした？食べ物を。食料はないが奇術なら見せてやろう。動くな。我が剣は風の中に真空を走らせる。
貴様らは一体。我らはなんと五射星の者。なんと最後の将の命によりお前を捕らえた。おとなしくせねば殺す。貴様がなんと最後の将か。俺をどうする気だ。なぜ胸に傷のある男を探している。ただの傷じゃない。7つの傷だ。その男が何をした。俺の妹をさらっていった。愛する男と結婚する直前だった。そいつはいきなりやってきて婚約者を殺し、妹を連れ去った。その男を殺すために探す。悲しい目だな。何の真似だ。お前が持つ宿命の星を見た。義に生きる星、義星。その星を持つ者は美しい生き方をする。だが、お前の今のありようはあまりに悲しい。何？胸に北斗の星のごとく、7つの傷を持つ男のもとへ行け。胸に北斗の星。その男に会うがいい。その男を心で感じるがいい。そしてその時お前の悲しい旅は終わるだろう。その男の名はケンシロウ。ケンシロウ。さあ行くがよい。ケンシロウのもとへ。よろしいのですか。ケンシロウ様の敵となるやもしれませんぞ。いいえ、霊はケンシロウの運命の友となるでしょう。私にははっきりと見えたのです。あの悲しい目に宿る運命が。この雪の季節が終わる頃、我ら最後の戦いが始まるでしょう。春来でございますな。うん、もはや雪の季節は過ぎたか。ラオウの勢いはとどまるところを知らないようです。しかしここからが難しい。まだ聖帝サウザーという獅子心中の虫がいる。獅子心中の虫。サウザーは表向きはラオウに服従を誓っていますが、本心はラオウの首と天下を狙っている。ラオウもそのことは知っていますが、迂闊に手を出せない理由があるのです。その理由とは？サウザーには飛行の術が効かないのです。北斗神拳にとっては致命的。サウザーを取り逃がせば、奴は力を蓄え、ラオウに反撃ののろしを上げるかもしれない。ならばラオウがためらっている間に、我らも力を。ショー！ショー！ユリア様！ショー！時のもとへ。時、あの北斗の。なんと最後のショーとして会いたいのです。もう少しの辛抱ですぞ。この先に時様が。そうか。この人がなんと最後の将。この世の未来になくてはならぬお方。そのためにも。安心して任せなさい。
しばし眠くなるが。時。こっちだ。早く地下のシェルターへ。ごめんなさい。ここはあと一人、家どう詰めても2人まで。この後ここで数日を暮らすことを考えると。わしが出よう。どうせ追い先短い命じゃ。さあ早く入りなされ。もう時まで。ケンシロウ、ユリアを頼むぞ。時。兄さん、時。時兄さん。時。いや、時。兄さん。時。本来ならあなたが北斗神拳の伝承者になるはずだった。治療は終わった。しかし、なぜこのような時も仮面を脱がぬのだ。この世に平和が訪れるまで、私の勝手なこだわりです。そうか。さすがにレイを助けた人だな。レイ？ああ。レイからあなたのことは聞いている。実はレイからあなたに託されたものがある。私に？私はいつかあなたに渡しに行こうと思っていた。人の巡り合いとは不思議なものだな。それは白髪、レイのものだ。レイの白髪。ではレイは死んだ。ラオウに殺されたのだ。レイはケンシロウを守ろうとラオウに挑んだ。無茶な。ラオウは3日後に生き果てるレイの飛行をついた。ラオウがついた飛行、心血臭に対応する飛行は一つ、神霊大。この飛行をつくことでほんの少し命を伸ばすことができる。だがその飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍。その苦痛でその場で死んでしまうかもしれなかった。だがレイは耐えた。耐え抜いた。そしてレイの神は白髪となったのだ。これをなんと最後の章に渡してくれないか。なんと最後の章。俺はケンシロウに出会うことで救われた。さらわれた妹を救い出そうと世を呪い、時代を憎んだ。一度は人間として生きることを捨て去った男、それが俺だった。だがケンシロウは飢えた狼のような俺の心に安らぎを与えてくれた。俺は人間に戻ることができたんだ。俺はあの人に感謝してもしきれぬのだ。それはレイの感謝の印、そして美しくも壮絶に生きたレイの証なのだ。
あなた方とラオウ軍の決戦は近いと思うがいい。我らの企てをなぜ？サウザー軍に何か異変が？サウザーへの抵抗軍にケンシロウが身を投じた。ケンシロウ様が？敵となってもやはり兄弟なのです。ケンシロウはラオウが手出しできないサウザーにあえて戦いを挑む。幼き日に目指したラオウを超えるために。風。あなたはかつて私たち兄弟が愛した人と同じ風をまとっている。私はその人をただ見守る愛だった。あなたは？もう一度言おう。聖帝サウザーはやがて敗れる。そしてあなた方とラオウの決戦は近い。ご覧ください、この数。これらは皆ラオウとの決戦に志願した義勇兵です。各地から続々と我らの呼びかけに応じてくれたのです。これはすごいわ。これならラオウと戦える。でもなぜみんな腕に白い布を？ケンシロウさんにあやかってのことだそうです。ケンシロウさんは各地で人々を救い、戦いの伝説を残してきました。彼らにとってケンシロウさんは勇気の象徴、文字通り救世主なのです。ケンシロウさんがサウザーに捕らえられた。判定部隊の者たちも救出に向かったが、サウザーの城塞は守りが固い。このままではケンシロウさんの命は。ならば我々が助けに行きましょう。ケンシロウなくしてラオウとの戦いはない。シバ。あれ見ろよ、こいつサウザーに盾ついた男じゃねえか。こいつの首は高く売れるぜ。うまくすりゃ武将にも取り立ててもらえるぞ。なんだお前、どっちきろでかしたぞトビー。次はそいつらの番だ。ケン！寂しげな眩しさ凍えてる大地は光を待っている。いかがいたしました？ラオウが来ます。ケンシロウを助けるために。ではこのままに。ケンシロウ、幼い日にあなたに感じたもの、私は今はっきりと知りました。それはあなたが歩む救世主の道、そして私が共にその道を歩むこと。私は全てを捨ててあなたを守るために生まれてきた。王はすでに飛ばず、お前は翼をもがれたのだ。たとえ翼をもがれようとも、俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王。引かぬ、こびぬ、顧みぬ、帝王は逃げはせん。あれは北東城猛将派。操お前の技を。俺は聖帝サウザー、北斗神拳では死なぬ。ケンシロウ、最後の相手が貴様でよかった。
今はまだ決戦の時にあらず。ラオ、引くというのか。これでよい。聖帝サウザーを倒したことで人は皆ケンシロウを救世主と呼ぶだろう。ならば奴をここで倒しても意味はない。何を企む。奴に救世主の名をさらに高めさせよ。そして民衆の希望の救世主を倒した時、人は俺をこの世の覇王と呼ぶだろう。ケンシロウ、これより先は俺とお前の戦いだ。生きていたのか。これはあれは何？剣王の軍じゃないぞ。トビー！トビー。トビーに先を越されましたな。私は今初めて知りました。トビーもまた宿命の星を持つ者だったと。ケンシロウの思いを、私の思いをつなげるため、北斗と南斗に仕える忠義の星、それがトビーの星だったのです。忠義の星。トビー、私の元から去っていく時が来たのね。誰からも宿命の星を知られることなく、その命を燃やしてくれた。天に従い、私たちを誘ってくれた。宿命に気づいた時が、お前との別れの時だった。命果てる時が来たのね、トビー。宿命の犬、トビー。あなたには何が見えるのですか、将よ。ケンシロウとラオウの戦いの果てには何が。見えません。何も。それだけは私にも見えないのです。でも私はそのためにいるのです。それが私の宿命。寂しさ眩しく輝くお前の体
抱き寄せ今そうさ愛する人には時は流れさまよう心に明日は見えない光の中で揺れてるお前の微笑み足音だけを残して闇に消えるシルエット満たされ羽ばたき女神が背中向けて今だから今日より明日より愛が欲しい夢より愛する君が欲しい今日より明日より愛が欲しい夢より愛する君が欲しい全てがされ羽ばたき女神が背中向けて今